今日12月7日は私の51歳の誕生日です。イエーイ、ハッピーバースデーということで、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日は今言った通り私の誕生日動画になります。イエーイということで、いい機会ですので私の自己紹介動画を撮っていこうかなと思っております。皆さんしばらくお付き合いください。私、下條理香は1972年の12月7日生まれ、千葉県出身でございます。私は小さい頃から暴れん坊でして、水泳やスキーなどは家族でずっとやっております。あとは中学でテニス、高校は演劇部と生徒会長をしておりました。演劇部でしたが、演劇というのはですね、結構体の柔軟性ですとかいろいろ体力も使いますので、結構基礎体力の運動などはしておりました。お風呂上がりにストレッチ、筋トレなどを毎日1時間欠かさずにやっておりました。素晴らしい。その回ありまして、高校生の時はですね、私はウエストがですね、だいたい56センチぐらいのめちゃくちゃウエストの細い女子でございましたまあその時はですね、何の根拠もなく知識もなく、ただ食べないダイエットをずっとしておりました。1日1個リンゴしか食べない、かぼちゃとキャベツしか食べないなど、かなり偏った食生活をしておりました。まあその回ありまして、若さゆえに素晴らしいウエストの細さを誇っておりましたが、今から考えるとちょっとやりすぎな高校生でありました。大学になりまして、私は4年間競技ダンス部でダンスをさせていただき、365日ダンス漬けの4年間を過ごしておりました。私のいた部はですね、私がいた時から、今でもですね、ずっと全国1位を誇っております。由緒正しいすごい実力校でございまして、週6練習、週1試合、本当に365日ずっとダンスをしていました。そのおかげでですね、バキバキムキムキの体をしておりましたけれども、何を食べても足りないぐらいの運動量でしたので、好きなものを好きなだけ目いっぱい食べておりました。夏は50キロから51キロぐらい、冬は55まではいかないですけど、53、54キロぐらいにちょっと、毎年自然に増量して、それを繰り返す4年間でした。そんな感じで4年間すごい体力を使って動いていたので、その後もですね、社会人になりまして、ティップネスなどのティップネスに入会したりして、エアロビクスやヨガなどやってるような20代30代でしたね。20代はですね、とにかく痩せて綺麗になりたい。高校生の頃から美意識が高い系女子でしたのでとにかく綺麗でおしゃれでいたいみたいな、そういう感じでした。しかし4年間で築き上げたその体と食欲と、未だにたくさん食べる系なんですけれども、胃袋の大きさでですね、食べりゃそりゃ太りますよ、動いてないんですから。なので変な痩せる薬とかが流行ったりとかしてましたので、中国からの痩せる薬ですとか、置き換え系の
食品ですとか、あとは、ずっと便秘で悩んでおりましたので、腸内洗浄っていうのがすごい流行ってた時期がありまして、腸内洗浄にはまり、自分で腸内洗浄キットを買って自宅で腸内洗浄をするなど、とんでもない生活をしておりました。今思えばですね、その時の生活リズムも精神面もめちゃくちゃな20代を過ごしてきましたので、その生活のせいでちょっと今の持病を発症してしまったのかなという気はしております。寝ないでね、働いたり遊びに行ったり、痩せたくて変な薬を飲んだり、腸内洗浄していい菌まで全部排除してしまったり、それが一番原因としては大きいのかなと思っております。そのすべての20代の行動がですね、それがすべての引き金でしたので、そうですね、私が今の持病シェーグレン症候群という、免疫不全の病気があるんですけれども、膠原病があるんですけれども、それを発症してしまったのが、30歳の時ですね。もう私はヘアメイクとして仕事をしておりましたが、ある朝すごく足の小指がめちゃくちゃ痛かったんですね。朝起きた時、昨日も夜までは全く何にもなかったのに、朝起きた瞬間に小指折れてんのかなっていうぐらい痛くてですね、その時はぶつけたのかな、昨日ぐらいの、あんまり不思議にも思わず足を引きずりながら沖縄ロケに行ったのを覚えております。もう空港に行きましたロケ中ずっと痛かったんですけれども、いつか治るだろうと、そこまで深くは考えなかったんですね。1ヶ月しても治りませんでした。それどころかいろいろ他にも痛いところ出てきまして、手の指とかいろいろ痛くなってきてしまったので、何なんだろうって思いながら、ある時実家にちょっと帰省した時に母に言ったんですね。私ちょっとすごいパンパンにね、足の小指とか腫れちゃって痛いんだけどなんだろうって。そしたら、もしかしたらリウマチかもしれないよ。ひいおばあちゃんがすごいリウマチ持ちで、もう最後寝たきりだったので、もしかしたら遺伝かもしれないから病院行った方がいいかもって言われてですね。それでリウマチ科のお医者さんを知り合いというか、その時お仕事してた日経ヘルスっていう健康系の雑誌があるんですけれども、その時お仕事させていただいてて、でそこの編集長さんにご紹介いただいた、リウマチ系の病院をいくつか紹介していただきまして、そこに行ってみたんですね。で検査の結果、シェーグレン症候群っていう免疫不全症、膠原病の一種だと。それはリウマチみたいな関節の炎症、変形、あとは粘膜に潤いをもたらす自己免疫があるんですけれども、それを抑制してしまうっていう、そういう症状があるので、今はね、もう本当にドライアイ、ドライマウスがひどくて、常に水を飲んだり目薬をさしたりしないと、もう目が痛くてですね、大変なんですけれども、そういう病気を発症してしまいました。お医者さんが言うにはですね、生活の乱れや、あとストレスなど原因が不明だと。原因が不明ということはですね、治り方も不明なんですよね。なので生活を一定にしてストレスを軽減して、甘いものとかもあんまり食べないようにして体の炎症を抑えましょうっていう、あとはお薬飲んでそのリウマチの関節の炎症を抑えて、その症状を一定に保っていきましょうっていう、そういう仲良くしていくしかない病気ですよっていうことを言われました。それが30歳の時ですね。なのでもう20年付
付き合っております。最初に処方された薬があんまり合わなくて、全然何の効果も実感も、炎症も抑えられなかったので、その時は、他にあんまり薬がなかったので、薬飲まないで痛かったら痛み止め飲むみたいな感じで何年か過ごしておりましたが、それでだいぶ体めちゃくちゃ痛かったんですよね。一時期本当にブラシも握れなくてですね、脱ぎ着することもすごい難しくて、もうこういうもうっていう、アシスタントちゃんにコートをもう着せてもらったりとかですね本当に大丈夫っていうもう本当に一時期は引退を考えたんですよ。もうこんなんじゃだって仕事できないと思って。でもある時ですね、そこの病院の担当の先生が、どっか行っちゃいまして、代わりに来た先生、今も見てもらってる先生がいるんですけれども、その先生がちょっとそんなにひどいんだったら今新しく出たこの薬どうですかって言って、で、今もその薬を飲んでるんですけども、その薬飲み始めたらだいぶ炎症も収まりまして、それで今はこうやってちょっと本当に痛ってもうこんなだったあの日が笑い話になっちゃうくらいの、元気にはなりました今でもね、本当にその薬は週に1回、ある一定量飲むんですけど、飲まない、忘れちゃうんですよ私。週に1回だから。忘れて2週間とか経つと、あれちょっと痛いなみたいな、忘れてたみたいな感じで、本当に大ボケなんですけど、そういう感じで、そこまで厳しい薬じゃないので、ある程度1週間に一遍飲んでふわふわっと抜けていくみたいな、そういう感じの薬なので、ね、本当に体はね、大切にしてください。そうやってちょっと仲良く未だに付き合っております。そのね、炎症体質があるので、私もちょっとね、もう手とかもほら結構もう変形しちゃったりしてるんですよ。なので運動のビデオとかも出してるんですけれども、できないこととかも結構あったりしますでもね、これも使わなきゃ使わないでもっと曲がったりとか、もう固まってっちゃう、もう関節が固まってっちゃうので、本当にちょっと少しは動かしながら、それでもやりすぎるとまたそこが痛くなっちゃったりとかしやすいので、うまいこと、やっております。そんなこともありまして、日本の生活を一旦リセットしてみようと引退もちょっと考えたぐらいですし、一回リセットしてちょっとどっか行こうって思ったのが、ニューヨークに来たきっかけというか、初めてニューヨークに来たのが2013年とか12年とか初めて来たんですけど、旅行で、その時に私ここに住むんだなみたいな、わーっと頭にね、よぎったんですよ。私が忙しくニューヨークで生活している映像が。で、もうこれはもうここに住むんだ私って、もうその時に思って、で一回リセットしようってなった時に、まず思いついたのが、ニューヨークに行こうと。ニューヨークで生活しよう、今いるとこが間違ってるからこんなに辛いんだ、いろいろ辛いんだと思って、じゃあリセットするなら、ニューヨーク行って自分の生活はリセットしようって思ってニューヨークに来ました。今
はね、本当に私はすごいラッキーなので本当に私ラッキーなことに日本でヘアメイクをしていた時も本当に始めてすぐからですね、結構時代の波に乗るというか、すごいいいお仕事、ラッキーなことをさせていただいて、慣れない中すごい忙しくてとても華やかな世界にいさせていただいたんですけれども、その分ストレスとか、時間がもうないプレッシャーの中で、生活してたんですよね。なので、そういう仕事っていうのはちょっと辛くて当たり前だ、我慢して当たり前だみたいな、それが間違ってたのかもしれませんね。自分はだから我慢しなきゃいけないみたいな、もう自分をいじめて自分のことをもう無視して、体力だけはあったんですよね。なので体は悲鳴を上げてたのに気力と体力だけで乗り切って、でいろいろ多分サインも出してたはずなんですよ。いろんな体の悲鳴を、それを私は無視をずっとして、最終的にはもう体がストップしてしまうみたいな、そんな感じだったのかなって思います。なので無理はしすぎたらあかんなので私も本当に白か黒か100か0かみたいな性格なので、もう一旦ゼロにしようとニューヨークに来たんですけれども、今はやっと自分の好きなことだけ自分のリズムでできる生活をさせていただいております。でニューヨークに来てもですね、私もラッキーマン続きまして、自分の夢叶えとるやないかいみたいな本当に今日本でも夢叶ってたんですけれども、本当に自分の好きな人とお仕事ができたりとか、本当に自分が尊敬するような人、もう神っていうような人とお仕事させてもらったりとか、本当にありがとうございます。本当に毎日感謝をして生きております。今もともと勘がすごく鋭い体質というか、ニューヨークに来たのも本当にただの勘、自分がもう本当にリアリティのある勘、もうここに来ようみたいな感じで、フラッと誰もいない、本当に誰も知り合いがいなくて、でも来た時はかなりもがき苦しんでいろんな失敗したんですけれども、幸い今はですね、こうやって旦那さんと結婚しまして、自分のペースで仕事をさせて生活をさせていただいております。そう自分の勘に従うっていうことですね。ですね、若い頃ってもうこうしたい、ああなりたいっていう自分のエゴが強すぎて、こうだよってこっちだよっていう指し示してくれている方向があったはずなんですよ。なのにそれをもう自分の笑顔が無視して、いや私はこうしたいんだ、だからこうするみたいな感じで、むしろすっごい遠回りとすっごい自分に負担をすごいかける生活をしてきました。今はですね、やっと50を過ぎて自分の勘だけ、あとはもう本当にやりたいこととか好きなことかっていう、そういうことだけを頼りに生きるようになって、本当に楽になりました。あともう本当にそれが一番かなって。もう無理をしたりとか、やりたくないなとか、ここまでしてやることかなみたいなことはもうやらなくても、本当にやったらやったで結局やんなかった方が良かったなみたいな、そういう失敗につながるっていうか、そういう経験もたくさんあって、やっぱり
ある程度もう自分の勘に従って生きていくことが正解なのかなってどういう話みたいなことですけど、はいなので無理はしないっていう生活をしております。それだけですねそうこのチャンネルもですね、ありがたいことに皆様のおかげでですね、最初アメリカ生活 Vlog みたいな日記みたいな感じで立ち上げたんですけれども、なんか旦那さんからですね、毎日そうやって運動してるんだったらそれやったらみたいな、理科はすごいそれがいいと思うよみたいな感じで言われて、でも私は別にインストラクターとかそういう先生でもないし、ただのおばちゃんが自分の健康のために家でやってるタクトレをそんなビデオで上げて誰が見るんだと思ってたんですけど、意外と皆様に見ていただけて、このチャンネルも少しずつ伸びてきまして、本当にありがたい、感謝しております。ありがとうございます。本当に私はただの昔からの健康オタクというか、好きなことを突き詰めるそういう性格なので、体を動かすことも好きですし、自分の体調を崩したっていうことから、食とか運動とかそういう健康に関することに対してすごい調べたり勉強したり、自分なりにですけど、自分の経験からこのビデオを作っております。四十肩ですとか、ダイエットも、自分が今までたくさんいろいろしてきたダイエットの中でもう私が一番自分に合って自分に無理なく、あと精神面でも負担なく好きで続けていけるダイエット習慣っていうのを皆さんに提唱して、それをビデオに撮ったりしています。運動に関しては無理なく自分のペースで続けていくのが一番かなと思います。私は基本体を動かすのがすごい好きなので、それでも今日はちょっとやりたくないなとか、今日は動きたいとか、その日によってだいぶ気分が違うんですよね。皆さんももともと運動がそんなに好きじゃないっていう人だったら、もう無理してやる必要はないと思います。もうそれが嫌なことを無理やりやるっていうのは本当に健康に良くない、精神的にも良くないですし、嫌なことをやって痩せられるわけがない。もし痩せたとしても絶対リバウンドします。なのでもう本当にやれること、好きなことを探して、でもやっぱり食べる量と運動のバランス、消費のバランスっていうので体の脂肪が増えたり減ったりしているのは事実です。なので無理に動くのが好きじゃないっていうのであれば、ちょっとお散歩をするとか、例えば歩くのが嫌だったら自転車に乗るとか、立ってやる運動が好きじゃなかったらいくらでも寝てやる運動もありますし、私は立ってやる時も座ってやる運動も寝てやる運動もその時の体調とか気分に合わせてやっております。なので今日はもう思いっきり自分を痛めつけてやるぞっていう時はもうスクワットとかそういうちょっとヘビーなことをやったり、あとはダンスエクササイズやったり、もう今日はちょっと寝っ転がりながらやりたいなっていう時は、腹筋ピラティス的なものをやったり、そういう風に分けて気分で分けてやっています。なので本当に好きなことをやった方が絶対自分の体のため、精神のためになると思うので、無理はしないで自分の好きなものを探してみてください。食に関しては私は基本たくさん食べるし、食べるのが好きなので、食べないダイエットっていうのは
おすすめはしません。食べないダイエットは絶対にリバウンドをします。自分の体は一つなので、本当に自分の体は大切にしてください。一回壊れちゃうと本当に治すのにすごい時間がかかったり、もしくは私のように治らない病気でずっと付き合っていかなきゃいけないっていうことにもなりかねませんので、今はすごいいろんな YouTube ですとか本ですとか、もういろいろ健康とかに関しての知識も本当にすぐそこに転がっていますので、いろんなものを読んだり見たりして自分に合う食べ物、本当にダイエット方法もですね様々ですので、この人はこれがいいって言ってたけど私には合わないとか、そういうのもたくさんあります。もう口酸っぱく言ってますけど私はあんまり白米が得意ではありませんので、うちの実家はですね、もうおじいちゃんおばあちゃんが農家をやっておりまして、美味しいご飯お米がですね365日いつでも食べれる、人よりも美味しいお米が、もう新米がいつでも食べられるような状態でした。ただちっちゃい頃からあまり白米が好きではなくて、実家に帰ると必ず便秘なんですよね。なぜかというと、やっぱり白米を食べるからなんですね。今は白米を抜きにしてオートミールとか、あとはご飯を食べるんだったら五穀米のような感じで混ぜたものを食べています。本当にてきめんに便秘になるんですよね。なので、白米がいいよって言ってる人もいますし、玄米がいいよっていう人もいますし、オートミール、私はオートミールすごい合うんですけれども、オートミール合わないっていう人もいますし、人それぞれなので、自分の体をと相談をして、あの人がいいって言ってるからもう絶対そうだろうみたいな感じで信じ込んでずっと続けるというよりは、何でもトライしてみるのはいいと思うんですけれども、トライしてみて自分の体と相談をし、あれなんかお腹張ってきたなとか、例えばね、なんか消化されてないみたいだなとか、時間がかかってるなとかっていうのを見て、合う合わない人というのは、もう食べたものを消化し出す、もうこのサイクルがスムーズにいけばいくほど健康になると思うので、いくら食べても大丈夫なんですよ。その分出すもうそれがもう一番です。食べ物からエネルギーをいただいて、フレッシュなものをいただいてフレッシュなエネルギーをいただく。鳥さんに感謝しながら、牛さんに感謝しながら、豚さんに感謝しながらいただいてエネルギーをいただく。そしてまた地球に返す。そういうサイクルだと思っています。なのでそのサイクルがやっぱり滞ってしまうと、それがやっぱり体の負担となって脂肪となって蓄積されてしまいますので、感謝していただく、きちんと消化して出す、それにつきますね。あとはですね、私最近自炊ですけど、なんかマヨネーズを作ったりとかですね、甘いものケーキですとか、そういうものは、自作するようにしています。マヨネーズ美味しいんですよ、自作すると。本当に自分で食べれる量だけ、その時使う量だけさーっと作って、もう本当に卵とビネガーとオリーブオイルと塩だけでできてしまうので、マヨネーズうまいじゃんみたいななんで買ってたんだろうって。本当に市販のものが全部悪いとは言いませんけど、やっぱりマヨネーズ、ケチャップ、ソースとかやっぱり高カロリーですし、添加物もたくさん入ってるんですよね。保存が効きますから。やっぱり体に良くないっていうのは添加物と原材料の悪さだと思うんですよ。なので何でも自分できちんと原材料も把握していい材料を使って作れば、本当にね、なんで買ってたのっていうぐらい本
当に美味しくて簡単にできますので、自分で何でも作ってみたら罪悪感なく本当に体に逆にいいと思うんですよね。なんて買ってたんだろうなんか世の中それ買うもんでしょっていう意識になってるじゃないですか。何でも、例えばめんつゆとかでもですね、おでんの出汁とかなんか出汁系は本当になんで買ってたんだろう。自分で作った方が絶対体にいいし美味しいし、手間はかからない。本当に手間かからない。どんだけ時間なかったんだろう今までっていう、逆にそこですよね。びっくりする。本当に市販のものは美味しいし便利だけども、買わなくていいものいっぱいあるんですよ。自分で簡単に作れるもの、本当にそれを試してほしい気づいてほしい。あんことかね、本当に簡単に美味しくできるんですよ。甘酒も私本当に甘酒がめちゃめちゃ私のお腹にすごい効くので、詰まったなと思ったら甘酒作って食べるんですけど、甘酒もお砂糖なんか一つも使ってない、ただの発酵の甘さなのにもうめちゃくちゃ甘いし、なんで買ってたんだろうっていうくらい本当に美味しくて簡単なので、皆さんぜひ自作してほしい。自作すれば何でも食べていい。大地からできたものをいただいて何が悪い？出そう。そしてどういうビデオこれね、季節のものも本当にね、今はハウス栽培とかでいろんな野菜が季節問わずめちゃめちゃ取れるんですけど、それがいいのか悪いのかっていう、季節の野菜って、夏は体をきちんと冷やしてくれるし、冬はちゃんと体を温めてくれる野菜がやっぱり育つんですよね。なのでそれをフレッシュにあんまり手をかけずにいただくっていうのが一番健康にいいのかなって思います。できたら本当にちょっと茹でたり蒸したり、ちょっと焼いたりしてオリーブオイルとお塩とか、本当はそれぐらいで食べるのが一番いいんですよね。ドレッシングとかもね、本当簡単だからめっちゃ作ってほしい。もう市販のドレッシング使えないから、本当に簡単だから作ってそんなこんなでですね、私の自己紹介動画全然自己紹介になってないかったんですけれども、50年生きてきた私の知恵と経験を今ちょっとお話しさせていただきました。とりあえず自分をいたわって無理をせず、好きなことだけやる、自分の勘に従おうっていう、ただそれだけですいいのかな本当無理すると病気になっちゃうので、病気にならないように食べて出して運動して元気で51歳も生きていきたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。私は、ウェルネスオーバー50というチャンネルで健康やアンチエイジングに関するコンテンツ、動画などを月曜日と木曜日に配信しております。まだ登録お済みでない方はぜひ登録ボタンをポチッと押して、ぜひよろしくお願いします。そんな感じでですね、こんな私の51歳の抱負と、51歳1年生きてきたからこその人生のアドバイスといいますか、自分の、自己紹介動画となりました
私みたいな人生送らないでください、絶対に。ということで、2023年ももうそろそろ終わりとなりますが、皆さん忙しい中、健康、体力、体調に気をつけてご自愛なさって、2024年もまたこのチャンネルでお会いしましょう。ありがとうございました。まだ年末12月も配信するので、月曜日と木曜日ぜひよろしくお願いします。またね、バイバイ。